めちゃくちゃ広いよバンク。アストラーレ GX4。中にこうおお、一体成形のキャブコンって日本であんまないの。さらに持っていくんですよ。回るんすね。結構背高いね。大きいね。結構ね注目の車両なので、これさ、なかなか国産の車の中ではベッドの横にこのなんかスライドがついてる。なかなか珍しいよね。キャブコンでクローゼットがついてる。これリアのバンパーっていうのかな。これ収納なんだ。はい、じゃあこちらねバンテックの今ブース来てるんですけども、こちらバンテックのアストラーレトリアス480ですね。これねジャパンでね一回見たんですけど、結構ね注目の車両なので、今ですねバンテックつゆきさんに許可をいただいて、はい、これから取材していきます。ちょっとじゃあお邪魔します。そう、お邪魔しましょう。なんか今年出たと言われる。これさ、バンテックのはこここうなってるの。そう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 、面白いよね。なんか段差が違うんだね。でこれ480だから5メーター内っていう。あ、5メーター。そうか、これ今ねスペック表こちらですね。4800の1960、高さが2700なので、いわゆるスマートなキャブコンテです。これ面白いのが座席ね。そうそう。これなんか対面座席みたいになってて、うーちゃんがそっち側座れるでしょ。こんな感じでママとうーちゃんが座れる。そう、こんな感じになってます。で、ここも座席ね。後ろから見るとこんな感じで。で、今ねここから見えてるところの注目ポイントとしては、この上のね窓。そうで、この天窓がどうやら上に開いてパカーンするみたいな。そう、パッカーンしてて、これさなかなか国産の車の中ではないじゃん。ない。珍しいよね。そう、珍しい作りだよね。そうで、こっち側にあるのがこれバッテリーかな。これあれなのかな、イリスと一緒のバッテリーシステムなのかな。で、こちらねテーブル。テーブル。これうーちゃん3人分ぐらい座るかな。これなんだろうね。もうちょっと座るかな。で、ここねドリンクホルダーがあって、でこっちね。でこれ面白いなって思ったのは、ここら辺の作りがまた面白いな。面白いねこれね。これはなんだクローゼットらしいよ。あそこクローゼットなの。ほら、本当だ。でも広くない？なかなか珍しいよ。キャブコンでクローゼットがついてる。で、まあ多分ちっちゃい小物入れられたり、うん。で電子レンジでしょ、冷蔵庫でしょ。でこれもあれかな。あ、トイレ。これあ、トイレだね。ラップポンっぽいものが、バンテックの。入ってる。本当だ。この中に入ってる。ほら。で、あ、これさ、後ろベッドじゃん。ベッド。2段ベッドなんだけど、このベッドの横にこのスライドがついてる。カーテンだ。すごいよね、面白いよね。おやすみなさいだ。でなんかこれ取り外しできるらしいよ。ほら。あ、じゃあこれがマルチになるってこと？そうみたい。そういうことね。面白いね。これギミックとしては、ここのベッドが結構バラバラってするんだよね。そう、マルチレスなんだけどここがマルチになるよみたいな。これ全部上げて、でこの下もね上げて、ここね。あ、下はだから分割なんだあれ。かもしんないね。でさっきのトイレを取り出してそこを閉めると、ともいいみたいな。っていう風な使い方もできるし、マルチがねあんまり使わない人はこのタイプの方が。そうそう、キッチンスペースはめちゃめちゃ広い。あ、これいいね。あ、奥行きある。そう、作りが綺麗。綺麗で、これもここのねこの感じもいいよ。シンクも広い。あ、でこれはシンクは、あ、でもこれも、あ、そうだね、こういうやつだね。そう上がるやつだ。上がるやつ。あとこの辺はタンクだね。給水タンク。これ何？そう、わかんないの。下駄箱？なんだろなんだこう。ボイラーとか入ってたりするのかな。れ。うん。これ見て。点検灯かな。押して出る。でスイッチはねこれジルとかと一緒のスイッチですね。ね。こういうタイプのスイッチ。でなんかね、外装もなんか面白そうだったよ。そう、ちょっとね、じゃあ外回り行こうか。この辺はね大体一緒っていうか、まあ、棚、こういう棚ね、結構ねちゃんとカチッてしまう。で照明があって、これエアコンのことか、これか。でエアコンがねこちら側についてて、これエアコンね、これ多分標準装備だと思う。なんか間接照明っぽくていいね。でバンクベッドという感じになってます。じゃあ一回ちょっとね外側も回ってみたいと思います。はい。はい、じゃあこちらね外回り。外回り。これね、これリアのバンパーっていうのかな。それがねそのままスライドして開いて。これね、開くんだって。あ、そうなの？ほら。本当だ。すごくない？これ収納なんだ。
収納能力高いよね。これすごいね。これしかもゴミとかも入れてもいいし、ちょっと中に入れたくないやつだね。そう意外とね使うんでこういうの。これすごいね。あ、でさっきのベッドの下はここに繋がってんだね。ね。でこれがマルチルームね。マルチルームの反対側読書灯が両方についてる。で奥に AC のねコンセントがついてたり、うあそこだから充電とかできるんだよね。ん。ね。でそこも一応収納がついてて、ついてる。ここにねこんな奥感じで行きがあるよ。長物が入るのかな。で下これ結構かっこいいエアロがねついてる。ね。なんかこれもそう、なんかこんなパーツがついてる。メッキパーツみたいな。なんか前もカクッとしてる。ああ本当だね。結構特徴的なね。スポイラー的な感じだ。そうで上のねさっきのサンルーフがあんな感じで開くんで、開放感があるね。あんまりあれないんだよねキャブコンで。そうなの、そうなの。有名どころだとリバティぐらいしか今まで見たことない。こんな感じでこのねアスアストラーレトリアス480ですが、気になるねお値段の方がこちらです。車両本体価格が1100万で、この展示車両についてはいろいろオプションがねここにね書いてある通りついてるので、合計すると1280万と。で逆に言うと FF ヒーターとか家庭用エアコンこの辺がね標準でついてるから、必要なものはもうとりあえず入ってる。うん。あとは買えるか買えないかだけだ。ちなみにこの値段は4駆だから4駆のフルタイムディーゼルでこの値段。あ、じゃあベース車両は最そうベー高です。ス車両としては一番高いやつになってます。はい。こちらですね紹介する車両がアストラーレ GX4 です。ちょっとね今ねこれ見えてるかと思うんですけども、ハイラックスベースのねキャブコンです。でこれ顔面かっこいいんだよね。ハイラックス。ベースがいいよね。こんな感じで。いかついね。でねこんな感じで、もう普通のねハイラックスなんで前がねボンネットめっちゃ出てます。この後ね中入るんだけどもバンクベッドのところがすごい広いんですよ。これ見えるかな。ちょうど運転席の真上からちょっとだけ出てる感じ。でもボンネットが長いからそんなに気にならない。気にならない。もうこのねタイヤとかもねオールテレーンのタイヤだけどこうマットでも走りそうな感じでどこでも行けそう。川とか渡れそう。かっこいいよね。かっこいいよ。パパはこういうのがいい。横から見るとこんなんだ。こんな感じです。全体で見るとなかなかねこのハイラックスベースのね一体成形のキャブコンって日本であんまないの。あー、ない SUV でね。こういうやつって大体乗せちゃったよみたいな。そう全体像で見ると結構背高いね。大きいね。思ったより背が高い。うん。個人的にはこれでね今回のイベント一番気になりました。外回りで行くと、窓がここについてて、でこの窓もねジルとかと同じようにちょっとスモークかかった窓。いいよね、黒いの。これね電源。これかっこいいな、この辺。足オー回りがバーフェンダーね。これなんか車高も高いよね。高い。車としてはね全然やっぱ物が違うからね。ねハイラックス。だからこっちはもう乗用車ベースのところ。だから普段使いする時も全然ここがね変わらない。普通のハイラックスと変わらない。これ全長何メーターあるんだろう。 5.6 だった。結構長い。 5.64。長い。横側がこっち側も同じように左右対称の窓がついてて、これなんだろう。これ何がついてるの。これなんかウェーブ2のはい。ポータブルクーラーの排気吸気と排気ですか。吸気と排気そうそうがここに出てくるんですね。どっちがどっちだか忘れちゃったんですけど使うときは開ける感じ。開けてそうあ、じゃあウェーブ2のやつがここに来るんですね。あそうですそうですへー。これは水給水タンクです。水ですこれちなみに何リッターぐらい入るんですか。水。これ確か50ぐらい入りますあ、結構入るんです。60リッター。排水も60ぐらい。はいもうちょっと多いかなこれじゃあタンクは下に。あそうですねはい、ということでね、今ですね、こちら中の方に入っていきたいと思います。お邪魔します。面白い作りが。んバンクが広い。おお、すごいね。めちゃくちゃ広いよバンク。バンクベッドすごいねこれ。てかバンクでみんな寝るっていう。ね、近未来的な。それさ真ん中のさ、それ外れるの。これ外れる。あ、じゃあそこから行き来できるの。そうそう。で多分これエコフローだね。エコフローのシステムがこれあれじゃないの。ウェーブス。 Web3 そうだよねだってここにポタ電が入ってる。エアコンのクーラポタ電。ー。それもエコフロー。うん、多分エコフローだと思う。バンテックはエねエコフローとねコラボしてるからね。でグラスがディスプレイされてる。なんかこれちょっとノーブルチックだね。コフロー。ノーブルチック。で後ろ側がキッチン。キッチンねこんな感じでシンクがついてて。でも必要にして十分だよね。これ後ろのこれ何。わかんない。これなんだろうね。
これなんか置けますよ的なやつかもしれないで、上が電子レンジ。電子レンジ、下が冷蔵庫。ああ、でも十分だね、この冷蔵庫。で、横にエコフローがついてる。これだから排気がちゃんとできるようになってたね。ウェーブ2またはウェーブ3が入るのかな。入るんだね。でちゃんとぴったりだもん。 FF ヒーターがついてて、でここがなんだろう、この部屋。わあ、マルチ。しかもシャワー付きだ。すごっ。これなんかシャワー付きじゃん、マルチ。すごい。こちらね、もうトイレがセットされてるけど、でシャワーカーテンもついてて、でそのまんまシャワーも使える。で鏡張りになってて、うーちゃん中入ってる？うーちゃんが座るとこんな感じです。すごいね。これ上かっこいいな、これ。なんだこれ。とりあえず照明がね、バンテックかっこいい。こんな感じでね、マルチルームがついております。はい、こちらね GX4 ですけども、少しプロに聞こあ、俺うかなと。プロだっけ。 GX さんにちょっとね、はいなんとギミックがまだあったっていうことなので、はい、ぜひぜひ。いいですか？マルチルームなんですけど、はいどうしてもこのハイラックスのスペースって限られてるので、この状態だとちょっとマルチルーム狭いんですよね。はい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 。ちょっと狭いんです。ちょっとまあ子供一人入れるかな。そうですね、ちょっと足がね入らなかったりとか、はなのでこれがですね、スライドアウトならぬスライドインでですね、中にこうおー引っ張っていただいて、ちょっと中を見てみてください。こんな感じで、すごいすごい。普通に使えるでしょ、これだと。これすごいっすね、これ。うん、あ、全然こ広い。れだと一気に広くなるので、そうやっぱりこうハイラックス限られたスペースを使わなければいけないので、これすごいっすね。これは聞いた？どれですか？バンクベッドの展開は見ました？見てないです。あ、ライド式が多いじゃないですか。はい。これはですね、上に持ち上げるんですよ。跳ね上げですか？跳ね上げ、これね、俺はあえてローリング式って勝手に名前をつけてます。これ上上げるじゃないですか。これ跳ね上げ式、これ跳ね上げ式ですね。ここまでは跳ね上げですね。から元行くんですよ。はい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 さらにもうはい一回行くんですよ。回るんすね。回って片付く。へえ。でさらにまだ前にスペースがあるので、例えばシュラフとかはいはいはい着替えとかっていうのを前にグッて押し出してはい。押してしまって、であーロールでこう上げていくと、はいはい。しまえること。そう走りながらもう向こうでとりあえず抑えることができる。でちなみにこれでロックをこの状態でロックした状態で走行は可能なんですか？はい、これで大丈夫です。一応ロックかかってるはので、大丈夫です。あ、この状態だったら前の座席から来れるんですね。来れるんです。ここはウォークスルーで入れるようになってます。いや、これはいいっこれすね。説明不足ですね。これはいいっすね。これウォークスルーできそうだけど、ちょっと一生懸命やんなきゃいけない感じかなと思ったんですけど、ここが開いたら全然違いますね。そうなんです。ここはね大丈夫です。で、はいさらにこのシートを前に倒すと、はいちょっと今荷物があるんでできないんですけど、前に倒してこの余ってる板、はい。この板をここに引けるんですよ。もう一段いけるんです。そうするとここに座って、はい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 ここに座ることが。ができるんですね。まあちょっと足があれなんで今はちょっとあれなんですけど、はいはい例えばこういう感じで、そうすると屋根がこれはいはいついてれば、頭かわせるんで、この状態で、はい、あ、すごいっすね。ちょっと座ったりもできます。そういう設計だったんですね。はいこれ。いや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 、ちょっと気づかなかったです。こういう使いやすいへえ、ですこんな風になってたんですね。はい、いや、これはちょっと気づかなかったわ。ありがとうございますこんな景色。いや、なんかすっごい奥行きあんなって話をしてたんですよ。んめちゃめちゃ広いっすねって話をしてて、うん、まさかこれが上がるとは思わなかっローリング式って勝手に言ってまた。す。すごっ。そう、あ、それでこれが乗っかってたんですそうでね。これがね足元に引くはい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 マークですね。はいはい。はい、あとここもフラットになりますんで、え、ここ？ちょっとねちょっと待って、どういうことですか？今日は多分ご案内できないんだけど、はこれがですね持ち上がります。はいはいはいではい。持ち上がってきて、こっちとこっちが持ち上がってここでくっついて、背もたれをバンって倒すとここがフラットになります。ああ、じゃあここも一応寝れるようにここなるんですね。寝れます寝れます。この高さではい均一になるってことなんですね。はい。すごいっすね。でさらにテーブルもはい。ちょっと今もうあれなんですけど、テーブルも今ちょっとね今ついてないです。ここに収納されてて、ここからアーム式で出てきて展開するっていうテーブル。テーブルが、はい、あそこに収まります。へえ。で花みたいにこう開いて使うみたいな感
へえ、それは多分量産型でしっかりお見せできると思います。あ、そこはまだ、はいまだあれなんですね。お見はいせできないところなんですね。これから出てくる。そうなんです。錯誤中というかそこは考えまだ中ですね。まだ研究開発の研途中究開発だってことで。途中ですね。はい。いや面白いですねこれ GX4。僕個人的にこれ一番気になったんだけど、この車が一番。はい、おかげさまでいやーよかった結構売れてます。面白かったうん。でこれ戻すときは押すだけです。あ結構普通にパカンとはまってこれだけで。でもうロックはもうこれとこれだけなんで。あこれロックなんでそう、すね。これではいここ手かけられるんで、これを外してグッとこう引っ張ああでもじゃあこの状態で OK ですか。る。うん。で、そう、これで引っ張るだけ。これ持ったまんま引っ張るだけです。で最後締めたときは、閉めるときはもうカチンってこれがカチンって言ったらもうこれで OK です。これでもう簡単ですね動いてこないです。はい。いやありがとうございます。こうなってたんだ。はい。面白い。すいません急いえいえ遽急遽ありがとうございます。はいということでね今回ですねこちら、バンテックさんのアストラーレ GX4 トリアス480ですねの方を紹介させていただきました。こちらね今回僕らね東京キャンピングカーショーで気になった車両です。でこちらの車もねおそらく他のイベントでも出てくるし、バンテックさん行けば見れるところもあるかと思いますのでぜひですね気になった方は足を運んで実車でね見てもらえると嬉しいです。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます次回の動画もよろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押してね。ではまたね。バイバイ。